うわ、固まってる。これ一晩置きました。まあまあ、問題なくついたかなと。で、これですね。これ。イエイイエイっていう、かっこいいのは大事なんで、こっちもいいなと思うんですけど、まあ、かっこいいと思います。で、こうなる。おー、いいじゃないですか。Hello, everyone. It's Little RC time again this week. Last time, we struggled to attach the front bumper for C541 to C641. And this time, it looks like we'll finally paint the body. But it looks like there are a few tasks that need to be done before that. We expect there will be many difficulties this time as well, but will the Jeppel Bros be able to solve them? Let's all keep an eye on them. Now, let's begin. Little RC time. はい、こんにちは。レート開発のKです。リトル RC タイムのお時間でございます。ちょっと急がないと間に合わないですね。なので、昨日、前回のリトル RC タイムの、撮影というか、作業というか、やって、今日、また撮ってるっていう。普段は週に1回っていうペースでやってるんですけど、ちょっと前回の動画でも言った通りなんですが、来週、今金曜日なんですけどね、今週明けて、来週、Go Out ジムにのイベントに出店するっていうのを控えてますので、それになんとか間に合わせたいと。こいつを。それで、もう、急いでやります。で、ただですね、もう、いつものペースで撮影したり作業したりっていう風にしてると、もう全然間に合わないなっていうのがあるので、間に合うかどうかわかんないんですけど、今回の動画は、もう、できる作業を行き当たりばったりで、もともと行き当たりばったりですよね。もともと行き当たりばったりなんですけど、さらに行き当たりばったりで、とにかくある程度見れる状態。ある程度見れる状態で、もちろん走れる状態に持っていこうとしてます。で、できる作業をしながら、ただ、通常業務っていうのもあるんですよね。普段の業務もしながら、この制作もしながら、さらにイベントの準備もしながらみたいな感じでできないかなっていうのをやってみようと思ってるんですよ。で、どういう風にするかっていうと、おそらくもうダイジェストみたいな感じで、この作業して全然他のことして、この作業というのはこの作業をして撮影ですね。撮影しながらこの制作作業をして、また全然違うことやって、で、またこれやってみたいなので、動画的にはもちろん1本になるんですけど、僕の作業的にはですね、こうやったり違うことやったり、これをやったり違うことやったりっていうので、多分こうダイジェストみたいな感じになると思いますので、お願いします。で、早速なんですが、まずやっていきたいのが、やっぱりこれですね。これがつかないと始まらない。なぜかというと、そもそもオーバーランド仕様で、これが結構目玉パーツみたいなところもありますし、あとは、これ最初から見ていただいている方、覚えていただいている方もいると思うんですけど、ここマグネットで取り付けしましたよね。で、これをマグネット取り付け、一応この状態で、まあまあしっかりつくんですけど、まだこの2箇所、こことここの2点でしか磁石で止めていないので、この辺にも止めたいなっていう話してましたよね。で、この辺に止めるのはこれです。これをここはがっちり固定して、で、ここの2点で止めるみたいな。そうすれば、ここの1、2、3、4みたいな感じでガチャってはまるっていう風にできると思うので、それをやりたいんですよね。そしたらもう本当にかなり見た目的には完成に近づくという状態にまで持っていけると思いますので、あとはここですよね。今マスキングテープで留めてあるだけなんで、これも目玉パーツなんで、
僕的には。目玉パーツなんで、これもしっかり固定する。で、とにかく塗装ですよね。塗装もしたいと。あとは、ここもできるかな。まあ、できると思います。ここですね。ここに泥よけ、で、ここにオーバーランドのベッドでよくある、この台形の形みたいな。あの部分ですね。こういう時にこのお手本があると楽ですね。これ。この部分。この台形じゃないか。この四角形の部分。このあたりの造形っていうのをして、なんとか完成っぽい感じにはできるかなと思いますので、それをですね、どんどん進めていきたいと思います。でですね、もうちょっとやっちゃってあるんですけど、これのディテールアップっていう感じで、ちょっと黒い車体映した後に白いプラ板を映すと、めっちゃ白飛びする。こうですね。ここ。見えます？ここに溝掘ってあるんですよ。これ溝掘って、後でここに取っ手みたいなのつければ、ここのハッチ開かないんですけど、今回そこまでできないんで、開かないんですけど、あたかも開くよみたいな表現をしたいので、で、ここくっつけちゃった後だと、ここの工作がしづらいので、まずここからかなっていうので、ここ溝掘ります。で、ここで出てくるのが、うちのゆるほびとか、そちらを見ていただいている方だと、もうおなじみだと思うんですけど、ラジコンメインで見ていただいている方、めったに見ない道具、こういうのがあるんですよ。うち、タングステンブレードって言って、いわゆる筋彫り用の工具みたいな。筋彫り用の工具、ツール、道具なんですけど、これでですね、一応この3ミリの角棒、これで、こんな感じで当てがって、3ミリ。だいたい3ミリっていう風にして、ここに筋を彫っちゃうんですよ。うわ、映しながらむずいやつだ、これ。こうやって、こうやってやると、今回 0.5 っていうのを使ってるんですが、0.5 ミリ幅の溝がですね、簡単に綺麗に彫れるっていう道具なんですよ、これ。タングステンブレードっていうぐらいなんで、タングステンでできてるんですけど、ほら、ここ、今溝彫りました。で、さらに、これをガイドにして、同じですね、ここも。軽い力で大丈夫なんですけどね、これ。軽い力で何度もやるみたいな。うお、すっぽ抜けた。あ、大丈夫でした。はい、こんな感じで。ディテールアップですね。はい、同じように他の場所もやっていきます。はい、一通り掘りたいところに掘りましたと。で、さらに、ついでに、これですね。このパテで、この辺の隙間、このままだとちょっと変なので、一応埋めておきます。で、今回は、うわ、固まってる。あ、出た。今回は、なんていうのかな。溶接してくっつけた後みたいな雰囲気です、みたいなことにして、もう、こう、ある程度適当に埋めるだけ。で、そんなに綺麗に、あえてそんなに綺麗に整えずに、ちょっと、ボコボコした感じ、そのまま残しちゃって、塗ってみようと思います。この方が、結構、溶接で繋いだ後みたいな感じになって雰囲気出たりするんで、これを、こんな感じで、気になるところですね。全部埋めていきます。ちょっとパテが硬すぎるんで、若干溶きます。こういう時はラッカー用の
シンナーでちょっと溶いてあげれば緩くなると思うんで、食いつきも若干良くなるんじゃないかなっていう期待も込めて。あとここもう接着剤ちょっと塗っちゃおうかな。こちらが塗らないでやっちゃったんですけど、こっちが接着剤をピピピッと塗っときます。この方が多分、これ間違った方法かもしれないです。多分食いつきがいいんじゃないっていう感じで。はい、一旦こんな感じになりました。で、これはもう乾かす。で、今度これですよね。これをもう取り付けるために、この足、正直ちょっともう邪魔なんで、これは切っちゃいます。切っちゃいましょう。これはもういつものパワープレイですね。これでいっちゃいます。はい、こんな感じで、ここですね。落としちゃいました、もう。落としちゃって、こっちはまだちょっと残しておきます。なんか、位置決めに使えそうなんで、一旦残しておきますと。で、一旦拭きますと。金属削ったんでね。一旦拭きますと。で、今度は、もうこれを外しちゃって、一旦。で、これは乾かしながら作業します。そうですね。これ、こうだな。これで、もう、これでくっつけちゃおうかな。あとタイヤか。タイヤも積みたいんですよね。この辺に。あ、ちょっと高さが足りないか。これぐらいにしなきゃいけないんだ。これぐらい。ちょっとタイヤに当たっちゃうから、このギリギリ避けるぐらいですね。はい。じゃあ今度はこれですね。このルーフラックを、今ちょっと裏作業で、ここのラダーですね。はしごは取っちゃいました。後で、またつけるとは思うんですけど、ちょっといろんな工作をするときに邪魔になるのと、結局、このラダーの取り付けですね。が、なんかあんまり向きが合わないなっていうのがあったので、もう後でこれがしっかりついた時にまた付け直そうっていうので一旦取りましたと。で、これを実際にですね、ここに取り付けていきたいんですけど、これつけて、こう付けたいんですけど、この部分はもうめちゃくちゃ強固に取り付けたいですよね。っていうのも、これ一体型にして、ここに磁石くっつけるんで、そしたらもう、これはこの形のまま、がっちり固定されていてほしいというのがありますので、この取り付けどうしようかなと思ったんですけど、今のところ進めている作戦としてはですね、プラ板でこんなのを作ってみました。で、これを、一応ここにぴったり合うように、この棒ですね。棒の直径が測ったら、ほぼちょうど2ミリだったので、2ミリのプラ板をこんな風に、ちょっと下駄の裏側みたいな感じにして、で、こうですね。で、さらに、これ今1番って書いてありますけど、ここに現物合わせで2番で3番。これで、一旦この状態ですね。この状態で接着して、で、さらにこれをここにビュッと入れて、ここを瞬間接着剤で固定すれば、これだけ接触している面積稼げてるんで、いけるんじゃないかなと思ってます。で、この作戦が失敗したら、もう同じサイズのプラ板上からペタですね。ただ、荷物をちょっと乗せにくくなるので、できれば、これ、
これでいけば、ここがもう真っ平らな状態で済ませることができるので、これでこの板をがっちり固定して、で、そうすると、もう、ここ、ビスで留めるなりなんなりっていうのはいろいろできるようになるので、まずはですね、これをくっつけます。ちょっとこれ、接着剤が汚くなっちゃうね。接着剤が汚くなるのはいいんです。このハケが汚くなるのがあんまり良くないんで。拭いて、まあでもどうせ汚くなりますけどね。長年使ってると。ここもうベタベタですね。ベタベタに塗って、で、2番からいきますか。2番塗って、いや、同時でいいかも。3番も塗って、こんな感じですね。でも、このままこう置いといてもいいと思うんですけど、ここは、もうこれですね。これで、挟んで。はい、じゃあこれで、置いとくと。はい、というわけで、もう翌日です。これ一晩置きました。で、よいしょ。まあ。これは何の問題もなくつきますよね。これだったら。で、引き続きここは接着。この状態で瞬間接着剤をもうここに流し込んでしまって接着するんですけど、その時に、ここはやっぱりヤスリがけちょっと荒らして、より強力にくっつくようにっていうのはすると思うんですが、まあ今回これはこれとしてちょっと一旦置いときます。で、これ乾かしつつ、一晩経ちましたという状況の中で、その間にですね、メカのせもやっちゃいました。こんな感じで一通りですね。問題なくついたかなという感じです。で、このメカのせちょっと見たかったよっていう方いるかもしれないんですけど、一応以前にですね、フルアクション化プロジェクトっていうような動画でかなり詳しく解説はさせていただいてますので、忘れなかったら概要欄に貼っておきます。概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらの方で見てくださいと。で、今回一応やったこととしては、このウィンチですよね。前から行くとウィンチつけました。で、ウィンチを制御するためのモジュールかまして受信機に挿してます。あとは ESC か。この辺はいいですよね。ESC 載せました。で、忘れずにドラッグブレーキのコネクタオンの方に差し替えてあると。このコネクタですね。これ、ちょっとロットによって違いあるかもしれませんが、だいたいドラッグブレーキが効かない方になってるんで、効く方に。ピンが3つあるんですけど、今この画面のこの向きで言うと、右寄りに刺さってたのを、右と真ん中に刺さってたのを、左と真ん中に差し替えるっていうのが必要ですね。で、受信機当然くっつけました。あとは、これか。シフトチェンジ用の、今回2スピードミッション載せてますので、シフトチェンジ用のサーブも全部つなげたという風になってます。で、ボディから今外した状態になってますが、この内装ですね。これも一応載せてみると、実際には内装をまずボディに取り付けて、で、内装とボディそのままガバッといくんですけど、今回は内装だけ、ちょっと今仮組でこう載せた状態で、こんな風な感じになってますと。で、バッテリー用のコネクターと配線、ここに来てますので、ここからこう辿ってきて、これですね。で、コネクターは付け替えました。付け替えて、今回のこの ESC のコネクターに合うやつに、変えましたというような感じになってます。はい。あと、もちろん、プロポの設定ですね。もう一通り済ませましたと
で、ここからですよ。ここから、もう、この配線作業をするために、ボディですね。これ外したんで、もういよいよこのタイミングで塗装かなという感じですね。で、荷台のこっち側、これも当然合わせて塗っていくと。まあこれはフラットブラック、艶消しの黒で塗ってしまえば全然いいかなという部分なんですが、で、あとは、これですね。この、今回のメインディッシュ、リアのキャノピーですね。これも一回塗っちゃおうかな。多分この辺の工作、これをここに取り付けるっていう工作していくと、この隙間の部分ですね。ここが塗りづらくなっちゃいそうなんで、また塗り直すかもしれませんが、一旦これも真っ黒に塗ってしまおうかなと思います。で、結局これか。とりあえずサクッとできるところで、ここ接着しときますか。ここは、まあ、ペーパーでいいですかね。ペーパーで荒らして、さらに食いつきを良くするのを狙って、もう、この、金属ヤスリの粗い方でもうあえてゴリゴリやっておきます。もうこんなもんいいかな。はい。で、今一度これをしっかりはめ込んで、一応真ん中、ちゃんと来てるか。12ミリ、12ミリ。大丈夫そうですね。で、瞬間。うわ、なんか飛んだぞ、今。ピッて飛んだぞ。瞬間接着剤ですね。ほら。はい、これで。毛細管現象で奥までは勝手に行ってくれるでしょうと。はい。で、ギュッギュッギュッ。で、ウッド社長の大好きなアルテコ。もうこれでガッチガチじゃないですかね。多分いいと思います。じゃあ、これはこれで、もう放置ですね。うん、大丈夫だと思います。で、あとは、これか。今回この窓ちょっと開けたいんですよね。やっぱり、どうなるかわかんないですけど、ジェッペルブラザーズを載せるか、今悩んでるんですけどね。他のこういうジェッペルブラザーズじゃない人たちを載せるか。僕このフィギュアランダムじゃないですか、これ。こっちももちろん嫌いではないんですけど、このヘルメット、なんか若干レアな気がするんですよ。このジェッペル被ってる人たち。なので、せっかくジェッペルブラザーズというキャラクターが生まれたんで、この人たちは今後リトル RC タイムでちょいちょい出てくるカスタムいじる側の人で、今後も活躍してもらうのがいいのかなーっていう。正直これに乗せちゃうともう取り出すのかなり大変になってしまうんで、一生乗ったままになっちゃうんですね、基本的には。なので、それであれば、このサファリハットブラザーズそしたらまたこいつらでやればいいのか。まあ、またちょっと考えます。この人たちをここに乗せる？そうですね。また考えます。誰を乗せるか。で、何の話でしたっけ？そう、とにかくフィギュアを乗せますよって言った時に、せっかく乗せるなら、ここ、窓がですね、開いてますよっていう表現で、ここ、取っちゃった方が、窓が開いてる状態にしてしまった方が、なんか腕出して遊んだりとかもできますし、フィギュアが乗ってるっていうのも見えやすくなるので、とにかくこれですね、これをくり抜いてしまおうと思います。当然、塗る前にですね、ガラス取りますから、どうせ塗るために外すなら、そのついでにですね、
このガラスを加工する作業やってしまおうと思います。これで取れるのか。そうですね。はい。で、もう印はつけてあります。もう装着してる状態で、こうどこを切ればいいのかなっていうのは、マッキーで印をつけてありますと。はい、じゃあこれ切ります。はい、これで、いいかな？いいですね。はい。これで窓が開いた状態になるはずです。こうして、そうですね。はい、窓が開きました。で、これですね。これ、イエイイエイっていう、これができるようになるということですね。はい。じゃあ、あとは、塗るか。でですよ。そもそも塗る前に、ちょっと今、準備一通りしたんですけど、日付もさっきのシーンから変わってます。で、塗る前に、そもそも色ですよね。色を決めないといけなくて、今回、毎度のことですけど、頑張って作ってる系の車って、やっぱり色を悩みますよね。そう簡単に塗り替えができないので。で、今回は、一応候補はこの辺。やっぱりアースカラー系っていうんですかね。がいいかなと思ってるんですけど、まあ、ここがタミヤのオリーブドラブ。で、これがガイアノーツのカーキ。まあ、この辺が鉄板で、かっこよくなるに決まってるんですけど、やっぱり、ちょっと工夫したくなっちゃうんですよね。色を。あんまりない、ありそうでないな、みたいな色にやっぱりしたくなるじゃないですか。なので、鉄板でいくなら今回これなんですけど、黒と比較した方がわかりやすいかな。こんな感じ。こんな感じなんですけど、これが、ちょっとチャレンジパターンの色です。どっちも同じ色なんですが、ガイアノーツのナチュラルブラウンっていう色ですね。こっちが下地が黒。こっちが下地がグレー。普通のサフェーサーの色ですね。グレーサフで黒サフ。でこんな感じなんですよ。どうしようかな。まあ、こっちは結構使ったことが多いので、やっぱり、絶対かっこよくなる色もいいんですけど、かっこいいですからね。かっこいいのは大事なんで、こっちもいいなと思うんですけど、今回ちょっとチャレンジしてみますか。怖いけど。これ、ツヤありの色なんで、もうちょっと変わりますけど、実際はツヤ消し最後に含んで、もうちょっと変わりますけど、どっちがいいかな。こっちかな。せっかくなら、パッと見ちょっと赤っぽい色みたいな。これに。まあでも、最悪、本当の最悪ですけど、また塗り直すっていうこともできなくはないので、今回、この幸いにも、今回のカスタムでは、こっちのボディの方には、めちゃくちゃ複雑なカスタムみたいのはしないので、最悪塗り直しもできなくはないので、これいきますか。ブラウンで、渋く、ブラウンでいってみます。で、あとは、ついでにこのキャノピーも塗ってしまおうと思うんですが、ちょこっとディテールアップ的な作業しました。ここはもう薄めのプラ板を適当なそれっぽい形、ヒンジみたいな形ですね、に切って貼って、でここは三角柱のプラ棒。同じくタミヤさんのプラ板でタミヤさんのプラ棒。断面が三角形のやつ。で、ここも一緒のやつ使ってます。を適当な長さにパツンと切って貼っただけなんですけど、こんな感じで。まあこれで実際色塗ればそれっぽく見えてくると思いますので、そんなに凝った加工はしてないですけど、ちょっとせめてものっていう感じで、こんな風にしてみましたと。で、これは一回黒く
艶消しの黒で、サフェサか、もう黒サフでいいと思うんですけどね。黒サフで塗ってしまって、これですよね。これをこう取り付けるっていう作業をして、で、多分その後、またこの辺加工すると思うんで、また塗り直しにはなると思うんですけど、今回の動画で2回目の説明になってる気がするんですけど、ここですね。ここ加工してバッチリくっつけましたっていう後に、ここ塗ろうとしても難しかったりする可能性がありますので、わかんないですけどね、今のところできればネジ止めにして、外そうと思えば外せるみたいにしようかなとは思ってるんですけど、まあとにかくここからの作業入る前に一回様子も見たいですしね、これ塗って、ここに黒く塗ったものがこう来るっていうので、どんな感じかなっていう様子も見たいので、これもですね、ついでに黒く塗っちゃいます。よし。じゃあ塗ろう。そう。あと、ここですね。C64、ここに、ちょっと引けがあったので、凹んでる部分があったので、ちょっとパテを持っただけだ。もう削る。これも、実際に走らせるラジコンなんで、そんなに細かくやらなくていいと思うんですけど。ここにも引けありますね。ここは消せるか。やするだけで。消せそうですね。大丈夫そうです。じゃあこれでもうちょっと仕上げて、そのまま塗っちゃいます。はい。また日付が変わりましたけど、さっきのシーンから。頑張って塗りました。散らかってるのはこれ、ちょっと片付けて、これは、ちょっとチャレンジな色、挑戦してみたって感じだったんですけど、結果的に、まあ、かっこいいと思います。完成してみないとわかんないんですけど、どうしてもこれ、自分で塗装したことある方わかると思うんですけど、自分で塗ると、何効果って言えばいいのかな。なんか、例えば自分家の子供とか自分家の犬とか、他の家のやつより可愛く感じるじゃないですか。それと一緒で自分で塗るとどうしても可愛くなっちゃうんで、なんともまだわかんないんですけど、一応、前はこれ、もう茶色ですね。茶色で塗って、とりあえずシールも貼りました。もうこのまま汚し塗装しちゃおうと思ってるんで、簡単にシールを、また追加後からするかもしれないですけどね、シール貼りましたっていうのと、キャノピーですね。今回のメインイベント。キャノピーも、まだもう一回しっかり塗装すると思うんですけど、これ、下地塗装のサフェーサーですね。ガイアノーツさんの黒いサフェーサーがあるんですけど、それを塗りましたと。まあこの辺もちょっと工作入れてあるんで、パッと見いい感じかなと思います。で、これがこうなるってことですね。おー、やっと、やっぱり塗装すると一気に完成が見えてきますね。これがこうなって、で、これも塗りましたね。
こんな感じで塗りました。で、こうなる。おー、いいじゃないですか。で、あとは、これもやらなきゃなと思ってて、で、やっぱり途中で忘れてて、今回また思い出したんですけど、これですよね。このグリルですよね。まあ、無難にオーバーランド感出すには、やっぱりフラットブラックで塗るのがいいかなと思いますので、どうしようかな。真ん中だけちょっとメッキ残しますか。塗ろうと思えばまた全部真っ黒にするっていうのはできるので、せっかくこれメッキパーツで、メッキなんでメッキパーツでメッキなんで、真ん中だけちょっと残してみようかな。じゃあこれもこのまま塗っちゃいます。でちなみにですね、これ一応名誉のために言っておくと、ここ引けがあったところパテ持って消したつもりであんまり消えてないじゃないですか。本気出せばもっと消せますからね。これわかります？ここ K さん汚ねえなみたいな、まだまだど素人だなと思わないでくださいね。これ時間ないから、もうこれでいいやって。なぜかっていうと、どうせこれ汚し塗装して、最後、艶消し、最後に一層、ファーっと吹いちゃうんで、もうこれぐらいわかんねえだろうと。逆にベテランだから、これでいいんじゃないっていう。見逃してやったっていう感じなんで。すいません。時間がないだけです。はい。じゃあ、これ、塗ります。いや、本当にもう、今日あれなんですよ。もう、月曜日、週明けちゃったんで、今週末、イベントなんで、これをちゃんと完成、まあ、しっかり完成まではいかないですけど、走れるところまで、見れるところまで完成させて、さらにイベントの準備もしなきゃいけない。あと動画の編集もできれば、今週公開する分、編集もしてから行きたいっていうのがありますので、結構ですね、結構急いでるんですよ。はい。じゃあ、とりあえずこれ塗ります。で今回、ちょっと試してみたいことがあって、さっき言ったように塗り分けもするんですが、このライトのレンズのパーツ、これをもうマスキング代わりにそのままつけたまま一回もう塗っちゃおうかなと。で、塗って、このクリアパーツ当然黒くなっちゃいますけど、それは後で剥がす。で、中のメッキ部分をマスキングした状態で残すっていう風にすればいいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、それをちょっとやってみます。何言ってんだっていう方は、もうとりあえずやればわかると思う。ちょっととりあえずやってみますね。まあ一旦外して、主要なところだけ、メッキって塗装が乗りにくいじゃないですか。なので、かけるのが楽なところだけペーパーかけちゃいます。はい、じゃあ、ペーパー当てて、もう下地が見えるぐらいやった方がいいですよね。はい、こんな感じで、さーっと、ちょっと分かりづらいかもしれないですが、ペーパーかけやすいところだけかけました。もうこれで、時間ないんで、これで塗っちゃって、ダメだったら、またイベント終わった後にですね、気になるところ、ここだけじゃないかもしれないですけど、ボロが出るのは。気になるところをまた、ゆっくり動画撮りながら、楽しみながらですね、やりたいと思います。今回は、もうちょっと、急いで、スピード重視でやります。はい、こんなもんでいいかな。もうこれで塗っちゃいます。これ戻して、このまま塗っちゃいます。はい、もうこの状態ですね。これで塗ってみます。あ、そうだ。ここのグリルだけマスキングします。グリルの中の部分だけ。はい、こんな感じで塗ってみました。あとはこれ乾かして、このパーツですね。取ってみてどうなるかっていう感じで、後のお楽しみに取っておきますか。一旦この状態で当てがってみると、こうですね。こうですね。まあ黒の方がやっぱかっこいいな。はい。じゃあ、あとはなんだ？一旦組み立てて、汚し塗装をザーッとして、その後にキャリアか。
キャリアを先につけちゃうと、その下の汚し塗装がうまくできなかったりする可能性があるので、一旦ここで汚し塗装ですね。もう今回はガラスパーツも取り付けて、これもろともやっちゃいますか。汚し塗装を。動画はどうしよう。汚し塗装絶対1回分になっちゃうから、これ仮組、また仮組になるんですけど、仮組して、そこまでにしますか、今回は。切りが、どちらかといえば切りがいいと思うので。はい。じゃあ、とりあえず、仮組をしちゃいます、また。なんか、いろいろ準備してるうちに、もう15分ぐらい経ったんで、これそろそろ、剥がせそう。取ってみます。よいしょ。ああ、この感じですね。この感じで、で、爪楊枝。で、ライトパーツ。取る。お、まあ当たり前ですけど、マスキングできてますね。ここも、ライトパーツ取る。おー、いいんじゃないですか。綺麗にマスキングできてますね。ここも、こんな感じで。とりあえずこれでやってみます。こうですね。いいんじゃないですか。かっこいいと思います。で、問題は、若干後先考えずここ、とりあえず塗っちゃってるんで、これを剥がさないといけないですね。まあ、これは後でいいか。汚し塗装とかいろいろやった後で、後にします。このパーツつけたまま汚し塗装すると、エナメル塗料を使うじゃないですか。で、エナメル塗料って毛細管現象って言って、隙間にピューッと思いっきり入っていっちゃったりして、後で始末が悪いみたいな状態も考えられるので、これ後回しにしちゃいます。じゃあまた仮組の続きですね。あ、その前に、ここか。ここ組んじゃうと、こうなりますよね。こうなると、ここがもうできなくなっちゃうんで、ここだけ先にやっちゃいます。ただ逆に言うと後でできないっていうことは目立たない部分なんで適当でいいんですよね。適当に汚しを先にやっちゃいます。では、ここはもういつものお汁ですね。エナメルの黒、茶色、グレーを適当に混ぜたやつです。をもうガーッと塗っちゃって、もちろんその時に応じてなんか色もうちょっとこの方がいいなっていうのがあったら、例えば茶色もうちょっと強めたいなと思ったら茶色を足せばいいですし、もっと暗くしたいなと思えば黒を足せばいいですし、その時々でブーストしたい色味を足したりはしてますけど、もう何年も秘伝のタレじゃないですけど、何年も継ぎ足しで使ってるやつです。まあ、すごい前からうちのチャンネル見ていただいてる方はみんな知ってるやつですね。はい、適当に塗ってもう拭いちゃいます。今回時短で、毎回そんなこと言ってる気がしますけど、時短でいきます。ここはなんだ、キャノピーで隠れてる場所なんで絶対汚いじゃないですか、実写でも。だからこれでこうなってるし、下はこれだしみたいな感じなんで、そもそも見えないんでそんなにこだわる必要はないですけど、結構もうこれぐらい残しといていいんじゃない？いや、やりすぎか。で、ラメル含ませて、ちょっと拭いとくと。こんな感じですかね。はい。あ、そうそう。これもですね、塗りました。この磁石が銀色だったりしたんで。まあ、運用してるうちに
ここガチャガチャって磁石でつけたり外したりする場所なんで、どうせ取れてきちゃうとは思うんですけど、一応塗っときました。で、質感がちょっと他と違う感じになっちゃうといけないんで、この後で塗れなくなるところ、この辺も、一応このエナメル塗料が乗ってるか乗ってないかで結構見た目違ったりするんで、全然変わんないように見えるかもしれないですけど、これ一回乗せて拭き取るだけでも、なんていうんですかね、フラット系の艶消し系の塗料になるので、今回塗ってるこのお汁が、その艶消し効果みたいなだけがなんか残るんですよね。拭き取った後も。それで意外と質感が変わるんですよ。なので、基本的には全体に塗った方がいいですね。で、本当は今回、シャーシも艶消し黒バーっと全体に拭いて、で、汚し塗装するっていうのをやりたかったんですけど、後回しにします。ちょっと間に合わないので、イベント終わった後に、それはそれでまた動画にしながら紹介します。なので、やたらと下はまあまあ綺麗な状態に今回なっちゃうんですけど、しょうがないですね。はい、では今、裏側、後で作業がしづらいところだけざーっとやりましたと。はい。かっこいい。いいと思います。かっこいいですね。いやー、やっと形になってきたぞ。で、これがこうでしょ。おほほほほ。おほほ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 。おほほほほほほほ。いいですね。かっこいいな。かっこいいと思います。で、これがこうですね。こうなるので、全体像見えづらいです。これぐらいですかね。はい。だいぶ完成が見えてきました。これで一旦、もう今回の動画終わりますが、仮組みもできたので、これで続きはですね、汚し塗装を一回、大丈夫です。はい。今、さっき汚し塗装したところが、ちょうどピッてなって、なんか割れてるように今見えたんですけど、大丈夫でした。はい。これで続きは、ざーっと汚し塗装して、で、その後に、ここですね。ここの作り込みして、ルーフキャリアですよね。ルーフキャリアを取り付けるっていう作り込みをして、で、ライトか。ルーフライトつけて、もう今回はそこまでかな。半完成というか8割ぐらいまでいくと思うんですけどね。8割ぐらい完成っていうところまでにして、イベントを迎えると、はい、いう感じです。では、ちょっとつながりが悪い感じになってますが、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。